この動画はゆっくりミニバイク解説になります。今回は番外編です。レーサーと同構成の90度ブツインと、アルミツインスパーで生まれた新世代レプリカ、1986NSR250R MC16 の解説をするよ。まさに NSR 伝説のスタートを切ったマシンだぜ。今回は動画も長くなりますが最後までお付き合いください。よろしくだぜ。1983年の MVX250F、1984年の NS250RF と連続して2サイクル 250cc スポーツを市場に送り込んできたホンダは RZ250R や RG250 ガンマなどのライバルと競いながらこのクラスでの販売力を高めてきた。しかし1985年11月 TZR250 が登場すると状況は変化。ヤマハが圧倒的な強さを誇った。同社の独走を阻止するためにホンダが手掛けたのがレーサー RS250R と共に開発した新たな公道向けレプリカ。それが NSR250R だった。両機種の手本となったのはワークスレーサー RS250RW であり NSR500 を半分にしたとも言われるこのマシーンはフレディ・スペンサーのためにワンオフされたものである。そして1985年彼は 500cc と 250cc の両クラスでタイトルを獲得する偉業を果たした。V4 の半分なのでエンジンは V 型2気筒フレームは左右レールが直線的なツインスパー。これらの構造をAS250 アトンスA250 Aは踏襲した。装部品はレーサー RS250R に通じるデザインとしているが燃料タンクは前後長を短縮して高さを増しておりやや上方に移動したハンドルグリップの位置に合わせてアッパーカウルの逃げを大きくしウィンドスクとはこれまでの2作とは大きく異なるセパレートで非常に小さなタンデム用をシートカウル上面と同じ赤としてシングルシートのように見せるのは斬新な手法だった。タンデムステップは短いサイレンサーステーでし全てを黒として存在感を潜める。NSR250R は1986年10月1日に最初期モデルが登場。価格は1984年11月にヤマハが市場に投入した初代 TZR250 に1万円の55万9000円だった。車体色はファイティングレッド×ロスホワイトの1色で赤から白に切り替わる部分に太さが異なるストライプが3本並ぶデザインは速さを感じさせた。先代の2サイクルスポーツ NS250R が登場した当時レーサーに近い外観や機構に驚かされたものだが NSR250R はその数段上、レーサーそのものと言えるもので見る者を大いに興奮させた。フロントウィンカーをアッパーカウル側面リアウィンカーをテールストップランプ両脇に配しておりサイレンサーの左右辺の張り出しも小さいため前後からの眺めは細身な印象が際立つ。タイヤは、フロントが 100.8017 リアが 130.7018 で筋断面のスポークを3本並べたホイールも新作。外装は公道走行に合わせて細部を変更。骨格はレーサーの基本を踏襲する。フロントブレーキディスクはアルミ製のディスクハブを備えるフローキングで片押し式にピストンキャリパーとの組み合わせをダブルで装備。リアキャリパーも片押し式にピストンで動きを規制するロッドを配した小さ。インスパーフレームは左右レールに目の字断面材を使用。スイングアームの左右アームは極太の押し出し材で鋳造製のチェーン調整部を溶接で組み合わせる。ただし立式フロントフォークのインナーチューブは当時の7波軽量なショックユニットの下部にリンクを配するボトムリンク式。当時のホンダが持つ最先端の技術を随所に盛り込んだ水冷90度部型2気筒。初代インスア 250A が搭載する水冷2サイクル90度部型2気筒型式名ムク 16A であるムブク 250F が積んだムク 9A、ニス 250A 不要となるムク 11A などはピストンリードバルブだがムク 16A ではクランクケースリードバルブに変更。キャブレターは前後気筒の間ではなくリアシリンダー後方に置かれる。ホンダがこのクラスのレーサーでブツインを選んだのは横幅が狭いので前面投影面積が減って空力特性に優れる上にバンク角を稼げる。前側気筒を前傾させることで低重心化前輪分布荷重を増やせるなどの理由からだ。MC16E は、同一のボア×ストロークで並列に気筒とした場合より横幅を約 50mm 削減しており前側気筒を水平から20度前傾させてエンジンを搭載理想的な前後重量配分を得ているという。
キャブが後ろ側にあるため2本のチャンバーは前側に向かって伸び大きく湾曲してクランクケース下に潜り込む左右のサイレンサーは総アルミ製で、チャンバーにボルト止めされるフロントプレートとそれに続く街灯を一体成形。後端に湾曲した細いパイプを与えており外観だけでなく軽量という機能面でもレーサーのそれを踏襲している。レイドブツインワンス250アフ用とは異なる新設計で基本は同時進行したアス250アに通じるが中回転域での優れた応答性や強大なパワー感覚に訴える振動などの味わいを残しながら扱いやすい出力特性に仕上げ、54×54.5mm のボア×ストロークから 249.6cc を得ており最高出力45プス9500アプム最大トルク 3.6kg 無8500アプムを交渉。スリーブレスのメッキシリンダーやコンピュータ制御のオイルポンプ排気ポートの可変バルブなどを装備した。総パーツの輪郭はレーサーとほぼ同じだが燃料タンクやアッパーカウルなどの形状を変更ツインスパーフレームやスイングアームなどはレーサー直径ショックやブレーキ関連のパーツには当時の最先端の技術がラッチの奥に置かれる6段ミッションは 250cc クラスでは初搭載となるカセット式を採用エンジンを下ろさずにミッション本体や変速機構を整備できるのが大きな利点である90度部型2気筒なのでバランス車、RC、レボリューショナル、コントロールド、ルブを新たに採用排気ポートにある可変バルブをサーボモーターで上下に移動させエンジン回転数の上下に応じてポートタイミングを最適化しようというものだ。ヤマハの YPVS やスズキの AETC と理論は同じで、ランクケースリードバルブとなったエンジンの混合機の流れを示す左上のキャブを通過した新機は混合機となってエンジンに入るがリードバルブの手前にあるインテークチャンバーで混合機の供給を安定化した後にストンリードバルブでは吸気ポートはシリンダーにあるがクランクケースリードバルブはクランク室にあるためポートの大型化が可能になりケース内が不圧の際はいつでも吸入工程が可能なことと合わせて吸入効率。さらに、シリンダーから吸気ポートを取り除くと早期排気ポートをレイアウトする際の自由度が増しさらにシリンダーの合成を高められるなどの利点があるとホンダは発表時の技術資料で説明している。キャブレターは HRC の市販レーサーで早くから導入してきたフラットバルブを装備 NSR250R に採用するにあたり、バルブ本体の横幅をさらに狭くするとともにバルブ下バブの形状を滑らかなものとして低中回転域での吸入抵抗を大幅に低減バルブ下方で乱気流が発生するのを抑え吸気速度アップを実現している。エアクリーナーボックスはフレームのヘッドパイプ後方からシート下に移動。後の容量を確保キャブとエンジンを連結するインシュレーター髪型にはインテークチャンバーを装備。クランクケース内に安定して混合機を送り込むのを助ける装置でチャンバーが生み出す呼吸作用を利用したものだ。1987 NSR250R MC16 1987年3月28日には特別仕様を追加日本選手権を走ったワークスレーサーのスポンサーカラーに通じる配色としており、塗色名はテラブルー×ロスホワイト。一見では、既存の赤×白をベースに赤の部分を青に変えただけに思えるがアッパーカウルとガソリンタンクは赤を白を青としておりヘッドライト両脇から後方に向かう部分の塗り分けパターンも改めている。ロゴの配置は同じだが一部の色調を変更塗り式名にアルテラ TERRA は、ワークスチームのスポンサー味の素がかつて販売していたアミノ酸スポーツドリンクの名称で缶の色がまさにこのブルーだった。車両価格は55よろず9000円から変更なし。基本解説は以上だよ。改めて見てみると最新技術を惜しみなくつぎ込んでいるんだな。すごいよねまさに公道を走れるレーサーマシンだね。サーキットや峠などで数々の伝説を作り上げてきた。NSR 伝説の始まりだね。最後に諸言を解説して終わりにするぜ。主要諸言 1986NSR250R MC16 全長幅高 2035.705.1105 無シート高750無車軸距離1360無車体重量141ケグ総燃料消費率 41.0 ケムエルコメ上地走行テスト値燃料容量 16L
エンジン水冷2サイクル V 型2気筒総排気量249区最高出力45プス9500アプム最高トルク3.6ケグム8500アプム変速機常時光合式6段リターン。タイヤサイズ全 100.80R17、52H。あと 130.70R18、63H。推奨トランスミッションオイルウルトラ U、10W30。オイル容量全容量 0.9L スプロケ全15あと42チェーンサイズ520リンク108。発売当時車体価格55万9000円。以上で番外編を終了するんだぜ。PR レーシングのチャンネル登録や、他の動画閲覧いいねボタンをぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。